待ちくださいね。はい。今日も YouTube のライブをやっていきたいと思います。さっきね、パソコンからこう始めたんだけど、なんかね、ちょっと調子が悪くてですね、うん、iPhone からやってみようと思って、段取りをし直したところです。はい。こういう見るところがさ、いつもと違うんで、ちょっとなんか変なとこ向いて話してるなって感じがすると思うんですけど、ごめんなさいね。よろしくお願いします。今日はですね、虹のワーク今配信中ですね。ライトランゲージ音源を。これ今月末で一旦締め切りになりますね。今回のテーマは、マジカルマグネットですけれども、はい、これについ、配信が始まってどんぐらい経ったかな。1週間以上経ったと思うんですけど、フィードバックがね、ぼちぼちやってまいりましたんで、それを皆さんとシェアしたいなと思います。虹のワークなんですけど、初めてね、聞いた方、なんで虹なんだろうとか何なんだろうとかって思うと思うんですけど、これもともとアルクトゥルスと一緒に作ったね、ライトランゲージの、ワークなんですけど、聞き流しのね、7つのチャクラ、主要チャクラですね、を通して、そのライトランゲージの波動を取り込んで、バランスをね、取りながら、その魂っていうか、その人の核にある部分を活性化していくっていう。なので、7つ、っていうことで7色で虹みたいな、そういった風な名前がついてるんですけど、で、いくつかね、こう、コンセプトがあって、その人自身を、まずは、魂にね、しっかりチューニングを合わせて、調律するってことですよね。で、その人が自分のこう、いい意味で自分本位、自分の魂主導で物事を考えたり、何か行動を起こしたり、選択をしたりとかっていうね、そういったことにシフトしていけるようにっていうことが大前提であって、で、そういうことをすると、共振共鳴ってやつですね。類が友を呼ぶみたいなことが起こるので、その人自身の魂が活性化されて、それに沿った生き方、沿った言動、行動みたいなことを始めていくと、どん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 その周波数っていうのは、力を帯びてくるんですよね。よりスムーズに流れやすい、伝わりやすい、こう、乱れなくなってくるんですけど、で、そうすると、さっき言った共振共鳴ということで、同じ、なんていうのかな、グループソウルとか、これはいろんな単語があると思うんですけど、ソウルファミリー、ソウルメイト、ツインレイとかさ、ツインソウルとかさ、わかんない、いろんな名前があって、どれでもいいんですけど、要は魂のゆかりのある人たちと、その、お互いをウェイクアップし合う、目覚めさせ合うみたいなね、そういったことを目指してるワークなんですよね。で、今回もらったフィードバックって、まさしく本当に自分のソウルファミリー、ソウルメイトに対するウェイクアップコールとして届いてるなと思いました。ね。ワークの、お申し込みページにも書いてあるんですけど、まず自分に向けてね、その音源を再生して、自分自身をまず活性化するっていうこと。で、次に、例えば、まだ出会ったことのないソウルファミリーに届きますようにとか、もしくはすでに出会ってるソウルファミリーたちとの関係がより良くなりますようにとかさ、そういう意図を込めて音源を再生してみてくださいっていう風なね、文章を載せてる通りに、そういう風な形で、ワークをね、活用してくださった方がいてですね、今日はね、そのフィードバックを体験談ってやつですね、お話ししていきたいなと思うんですけど、これさ、ここを見れば合ってるのかなちょっといいか。はい。えーっと、まずは、インスタとかショートでもちょっと上げたんだけど、例えばね、自分がソウルファミリー、ソウルメイトと気づいてない、もしくは自覚してないだけで、すでに出会ってるケースっていうのは結構あると思うんですよ。うん。この今のね、タイムラインだから、そういう人って結構多いんじゃないかなと思うの。で、なんでそこに気がつけないかっていうと、すでに出会ってる、もしくはもう自分のコミュニティの中にいる人なのに、そういうふうに思えないというか、自覚がなかった、お互いにっていう瞬間がなかったっていうのはなんでかっていうと、出会ってても、
自分自身を偽ったり、自分からちょっとずれたようなことをしてたら、全然さ、その魂っていうのは響き合わないんだよね。だってさ、上辺だけの会話してたりとかさ、なんていうの、なんとか上語じゃなくて、なんていうんだっけ、あの、一般的に言うやつ、あ、やばい、全然言葉出てこないや。社交辞令だ。社交辞令みたいなさ、会話しかさ、しないとかさ、なんか心を開いて話したことがないとかって言うんだったら、そのソウルファミリー、ソウルメイトとして何かさ、お互いをインスパイアしちゃうってことはまず無理ですよね。で、そこで、えー今回いただいた体験談は、まあ、もともと自分の知り合いの中にいた人で、まあ、数名でね、なんかお食事をする機会があったんです。で、それで、いつも通りその、なんていうのかな、別に仲が悪いわけじゃないんだけど、当たり障りないっていうか、普通に楽しい会話っていうのかな、をしてたんですって。だけど、もちろんその人は虹のワークをしていてね、やっぱりスピリチュアルなこと、自分自身を生きるってどういうことだろうとかさ、そういう自己探求とかさ、そういったことに、すごくさ、興味を持ってさ、やられていたわけでね。で、今回もそういったいろんな願いを込めて虹のワークに参加されてるんだけど、それいつも通りのさ、差し障りない会話してたら、なんかそのうちの一人がね、最近なんだか妙に縁が切れるのよと。なんかこう自分が意図して、なんか距離を置こうとか、この人と縁切ろうとかって思ったわけじゃないんだけど、なんか違和感があったような人間関係の人たちがね、ふとなんかこう疎遠になっちゃうと。まあ離れていくっていう、そういうことが起こっててねっていうことを、ふとその人が話したことはきっかけに、あれよあれよと会話が進んで気づいたら、スピリチュアル談義で盛り上がったんですって。で、そういったことがありましたと。で、これまでもちろん知り合ってね、何年も経っているような人で別にね、あれだったけど、こんな深い話を自分の本音とか、そういったスピリチュアルに関わること、自分がどんなことを考えてるとか、そういったものを腹を割ってっていうかさ、話したのは初めてですと。で、すごいびっくりしたと。でもお互いすごいやっぱり、あ、そうだよねとか、あなたも実はそういうことを感じてたのとか、なんかすごいそこでこうスパークするっていうかさ、お互いがさ、こう、ただ単に会話が面白くて盛り上がるっていうことじゃなくて、やっぱ心に響くような会話がね、こうどんどんと重なって、積み重なっていったんですって。で、それって、その相手の人が、実はこういう風に最近疎遠になっちゃうんだけどねっていう会話を始めたんだけど、その人がね、感じたのは、あ、自分のね、すでに出会ってる人の中にも、こういった魂のゆかりのある人、魂レベルでのご縁のある人っていうのは、あ、いたんだなって、これまで自分は心を開かなかったりとか、この人とはこういうスピリチュアルな話できないなとか、あんまりなんかそういうのはいいかなみたいに思ってたけど、そういうのがバッとね、何かある種なんていうのかな、偶発的にっていうかさ、起きましたっていうような話をしてくれましたね。で、他には、まだいろいろフィードバックもらってるんですけど、懐かしい人から急に連絡があったとか、なかなか会いたいねって言って、会えなかった、人、付き合いの長いようなさ、人が、あの、特に前もって計画がっちりこの日押さえてたってわけじゃないのに、ふっとお互い会って、タイミングがあってね、会えることになりましたとか、別にこういうのはさ、恋人であるなしっていうのは関係ないんだよね。その魂のその縁の強さ、深さみたいなのっていうのは、恋愛に限られたことじゃないから、それ受けられた人がそれぞれ感じてもらえれば全然いいと思うね。だからいろんなタイプがあると思うんだけど、で、もう一つは、例えば、ちょっとね、細かい、フィードバックいただいた詳細はね、ちょっとここでは差し控えますけど、なんか、友達と、久しぶりに再会をして、で、お茶を飲んでいたら、やっぱり同じくスピリチュアル談義に花が咲いてね、もう一回またお茶しようよみたいな感じで、またすぐ会いましたと。で、だいぶもうスピリチュアル談義がさ、進んでたわけだから、そしたらね、その相手が実はこういうことで悩んでるんだよって
いう話をしたの。それは人間関係、特に家族に関する悩みだったみたいなんだけど、で、もう一人のね、お友達の方、こっちの方がワークをされてたんだけど、で、その人曰く、やっぱりすごく社会的なこうあるべきっていうものかな、もしくは何ていうのかな、親子とはとか家族とはみたいな、そういったものによって、自分の本当に感じてる心とかさ、どういう風に生きていきたいっていうのがやっぱりすごくこう抑圧されてるなっていう風に感じて、まあ、その人はね、言ってあげたんだって。まあ、こういう風な私の考えもあるけどって言って、家族だから近しいとこにいなきゃいけないとか、何か家族だから何々しなくちゃいけないっていうような縛りじゃなくても、ちゃんと絆が保たれるのが家族だと思うんだよみたいな。だから決して、なんていうの、集まりに行かなきゃいけないとかさ、こんな風に会わなきゃいけない。もしくはさ、もっと私なんか言っちゃえば、別に仲良くしなくたっていいと思うんだよ。なんか家族関係とかさ、親戚、兄弟いろいろあるけど、揉めてる人結構多いんだけど、なんでそんなに仲良くすることにこだわるんだろうって私は思うわけ。人間同士でさ、大人になってさ、自立してるわけなんだよ。考え方も違えば、似たようなさ、同じね、境遇で育ったとはいえ、それぞれ家を出たりさ、なんだりしてさ、ねえ、もう時間が経っていってさ、別の価値観なりなんなり形成されてる中でさ、それがさ、ふとやっぱりさ、家族だからっていう単位で集まった時にはさ、仲良くしなくちゃいけない、分かり合わなきゃいけないっていう、別にそんなことなくないみたいな。違くていいし、意見が合わなくていいし、なんだったらあの人のあれちょっとやだなみたいに思ったって別にいいじゃん。嫌いだからどうこうっていうことじゃないと思うんだよ。もちろん、なんか幼少期にね、例えば親とか姉妹兄弟の間で何か起きてたことが、その人のなんていうのかな、トラウマであったりとか、なんかその人自身の形成にさ、根深い問題となってるのであれば、その相手を通してね、そっから学んでいったらいいとは思うけど、わかんないけどね。まあ、とにかくちょっと話脱線しちゃったんだけど、まあ、そんな困難の時に、その虹のワークっていうのを実は私はやっててねって話をしたんだって。で、ものすごくその魂が活性化されるから、その魂の引き寄せっていうのが発動されてねって言って、そういったソウルファミリー、ソウルメイトみたいなものとギュイーンとね、引き寄せ合うんだと、まあ、引力が働くんだと。しかも今回のテーマはマジカルマグネットですから、これはちょっとまた後で説明するけど、ものすごい引力っていうか、引きを今発してる途中なわけ。で、それってことはね、漏れなく反発する力もね、高まるんだと。で、それは例えばもしかしたら自分のこれまでとっても近しかった人かもしれないし、なんだったら家族かもしれないし、ね、恋人かもしれないし、自分がこの人と一緒にいたいと思っていた。今のこれまでの瞬間はね。けど、やっぱりいざ自分の魂がバッと優位になってくると、そこから反発する動きがね、起こってきても、別に何ら不思議なことじゃないよって。その代わり同じだけそういった別のね、その魂が、主導してる、引き寄せっていうのが、起きてくる数だからみたいな風にね、なんかその子がこう話してあげたら、すごくやっぱりこう救われたじゃないけど、あ、そうかと。何かこう罪悪感とか、家族に対して持っていたけど、別に自分が同じ家に暮らしてなくても、ね、自分の心としても距離を置いたとしても、それはそれで別に大切に思ってることは変わらなければそれでいいかみたいな感じの話までできましたとかね。いろんなそういうフィードバックをもらったんですよ。で、このマジカルマグネットっていうね、今回のテーマ、なんでこの副題がついてるかっていうと、私がこの虹のワークのライトランゲージ音源をアルクトゥルスからチャネリングしながらバーッと下ろして、レコーディングしてた時にね、ビジョンが見えたわけ。で、
チャクラを通してぐわーっとこう活性化されていってね、いろんな書き換えっていうのがあるわけ。で、その書き換えっていうのはまずエラーみたいなね、エラーが起きてるわけ。で、それはズレっていうやつなんだけどね。で、それのエラーをまずガーッとね、チューニングしていくわけ。で、そんな感じで、こうものすごい書き換えみたいなことが起こるわけ。それは振動周波数の状態でね。で、そうすると細胞とかもね、もちろん影響を必ず受けるんだけど、そういったある種の磁場領域みたいなものがブワーっとね、こう活性化されてくるわけ。で、それっていうのはオーラなのよ。オーラっていうのは、その目に見えないけれども、その人のエネルギーフィールドなのね。特定の個人の磁場が形成されているようなもんなわけ。で、ここでめちゃくちゃ虹のワークを聞くと活性化されて、で、魂優位の状態でチューニングされてるわけ。で、これがものすごいこう磁力を発してるわけ。磁場みたいな。それは何にのっとっての磁場かっていうと、魂そのものなんだよね。だから人によって全然違うと思うんだよね。で、それがマジカルマグネットだから、本当にその魂ゆかりのある人、ソウルファミリー、ソウルメイトみたいなものをビュンとこうね、こうその磁場でさ、磁力みたいなのを発してるっていうような、そういったビジョンがわーっとこう見えてきたので、今回ね、サブタイトルつけて、マジカルマグネットっていう風にしてるんですよ。で、私なんかももちろん、ワーク音源下ろして聞いてますから、そこそこありますよ。まずベタに、寝てもなんかぐっすり寝てる感じしない。寝てても潜在意識がブワーっとこう攪拌されてる感じがして、で、朝起きるとなんか頭がボワンとこう、もわんとしてるというか、そんな風になったりとか、あとはやっぱ連絡が途切れてた人と連絡が繋がったとか、あとはそうだよね、このタイミングでまた会おうよって言ってきた人、ああ、この人そうなんだって思ってみたりとか、そういうのもありますね。だいたい聞き始めてから3ヶ月ワンクールで、変容していきます。ね。で、その聞き始めた時から、ビフォーアフターじゃないけど、一旦完結するのが3ヶ月間だね。なんで、まだ1ヶ月経ってないんで、こっからね、夏至を超えて夏ぐらいまでにどんな変化がね、あるのかすごい楽しみですね。うん。そんなわけなんで、あなた自身をまずしっかりと魂にチューニングできるっていうことはもちろんだけど、そういったソウルファミリーたちに確実に連鎖してる、こう、なんていうのかな、伝わってるっていうかさ、それもフィードバックで私は本当に、本当にそういう風にちゃんと働いてるんだなっていう風に感じましたんで、ぜひ、自分で、そういったワークをね、音源聞き流すだけなんで、興味ある方はやっていただけたらいいなと思いますね。今月の末ですね、31日に締め切りにしたいと思います。で、これ掲示がないと、虹のワークっていうのは作れないので、次回は、未定ということになってます。で、あと今月末締め切りになってんのは、マンスリーライトワークですね。これも音声ファイル、ライトランゲージの音源を使ってライトワークをできる。これは、ノイズキャンセルですね。そういった6月のテーマがノイズキャンセルですので、それのお申し込みと、あとは来月になると夏至がありますので、夏至前5日間集中ですね。遠隔ヒーリング、みそぎをやりたいと思います。これはもうすでに、サイトもオープンしてます。で、ちょっと早いんだけど、7月ですね。7月は新規の、受付を一旦中止にします。はい。6月までにご予約いただいた方のセッションとしてのスケジュールが7月になったとしても、それはお受けしますが、新規ですね。新規の受付は7月は1ヶ月まるまる中止にさせていただきたいと思います。ストップですね。私も、21日間の連続祈祷に入っていきたいと思いますので、ちょっと新しいね、方は、とか新規のセッションっていうのは、一旦ストップしたいと思います。またね、近くなったらね、お話ししていきたいと思います。はい、こんな感じでしょうか。なんかいつもと全然慣れないカメラとこう画面が違ったんでちょっと話しにくかったんですけれども、またね、ちょっと今週、あと1週間ぐらいまた配信できなそうなので、今日は皆さんにぜひ虹の和光を受けていただきたく
て、動画を配信しました。最後まで見てくださってありがとうございます。ではまたお会いしましょう。じゃあねー。